ありがとうございます。で、こちらですね、通常ですと終日40分100円なんですが、お疲れ様です。お盆過ぎにこちらの説明会に伺ったんですが、その時の担当者の方の対応がすごく良くて、それがまずきっかけでした。こちらから質問したことに対してきちんと誠実に答えてくださったのが印象的で、はい、多数ございます車両破損のお客様からの苦情があった際に、どうやってお客様に言ったら納得してもらえるかを考えるのにすごく頭を使ったり、あと自分の実力では対応できずに責任者の方に対応してもらった思い出があるので、上司の方も忙しいとは思うんですが、嫌な顔一つせずに丁寧に分かるまで教えてくださるので、本当に恵まれていると思いますし、この職場に入ってよかったなと本気で思っております。一応、9時18時と13時22時っていうシフト2つあるんですけど、一応9時18時ですと普通にちょうどいい時間ですし、13時22時ですとやっぱ午前中は、休んでいられるっていうのでいいシフトではないかなと思います。きちんと説明ができているのかは不安なんですけども、それに対してお客様から丁寧な説明でとても分かりやすかったですって言われた際にはすごい嬉しかったなっていう思いはありました。お休みの日はどこか、車もあるので買い物に行ったりとか、そういうふうに本屋さんに行ったりとかして過ごしています。お客様と会話している時に、そのお客様が何に困っているのか読み取れない時ですとか、その反対に自分がお客様に駐車場の説明をする際にちょっとお客様にちょっと分かりづらく説明してしまったりだとか、ちょっと声だけでそのやり取りするので、ちょっとそういったちょっと詳しくお伝えする、お聞きすることっていうのはやっぱり難しいなと思ってます。はい皆さん優しく教えていただけるんで、自分でも気兼ねなく話すことができるので、その点はすごく助かってます。5年と半年ぐらいです。1時から夜の7時まで、ごめんなさい、はい、勤めてます。6時間勤務です。実はダブルワークでして、もう一つ仕事を40年続けている仕事がありまして、そちらの仕事を午前中依頼があれば行きまして、で午後こちらで寄せていただいてます。テレビを見ることなんですが、ジョジョの奇妙な冒険が好きです。小説とか読んだり、あとやっぱ漫画とかが好きなので夏目友人帳っていう漫画が一番大好きです。料理することが得意で、最近でも煮物作ったんで、それは得意ですね。いつもみんなに振る舞ってくれるんですか？漫画を読むことです。舞台観劇です。劇団新幹線とか地球ゴージャス、あと浦井健二さんという役者さんが一押しです。ドラマです。竹内涼真っていう人が好きで今。寝ることです。もう寝られれば寝られるだけ。マインクラフトというパソコンゲームなんですけれども、今面白いと思ってますね。子供と一緒に料理作ったりお菓子作りをしたりすることです。魚釣りです。海、山、川全部行きます。子育てです子供は1歳です。最近車買ったんで、車いじったりだとか、広島だとか仙台だとかは行った時はすごい場所綺麗だったんで、また行ってみたいなとは思いますね。野球観戦、歩いたり走ったりすること、プラス僕アニメとかそんなの興味ないんですけど、名探偵コナンなら詳しいです。ストレス発散的にはボカロ歌ったりとか、あと最近ジムに通って、今までちょっと子育てに精一杯で何も自分の時間がなかったので、最近ちょっと始めました。コンサートに行くことと旅行と買い物です。関ジャニが好きです。趣味は携帯ゲームをすることです
娘とショッピングですね。ラーメン巡りです。映画鑑賞とカメラとドライブです。コールセンターで一番漫画に詳しいですし、アニメ大好きですし、コスプレのレイヤーさん撮るの大好きですしマラソンと自転車と空手をちょっとやってます。人生リセットするためにフルマラソンにチャレンジということで、はい、名古屋ウィメンズマラソンに3年目になります。やっぱ怒ってるお客さんもたくさんいるけど、最後にありがとうと言ってもらえるとやっぱ嬉しいし、これからも頑張ろうって思います。